今回はタロットカードのペンタクルの3の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第43話スタートです。カード名ペンタクルの3。ここに一人の少女がいる。名前をあずさ。少女はいつでもおとなしく、どちらかといえば暗い性格なのかもしれない。3歳違いの妹がいるが、妹は明るく元気で、その差は歴然だった。誰もが妹を可愛がり、愛くるしい妹を褒めたたえた。その逆に、あずさを褒める人は誰もいなかった。唯一いるとすれば祖母だったが、その祖母もあずさが小学生の頃に他界してしまった。とはいえ、両親から愛情をもらえずに育ったわけではなく、本人的にはごく一般的な家庭で一般的な愛情のもとで育ってきたと思っている。故にかわいそうな境遇というわけではないのだが、妹の性格と容姿を考えると今一つ不憫さが募る。しかし親の育て方が良かったのか、それとももともとの性格なのか、妹は姉をバカにすることはなかったし、姉であるあずさもたった一人の妹であるため大変可愛がっていた。どこに行くのでも一緒だし、いつでも仲が良かった。両親はそんな姉妹を見て大変喜んでいた。ただ、いつでも褒められてばかりの妹を見ていて自信が持てなくなっていたことは事実のようだ。妹は可愛いのに鏡に映る自分は決して可愛いとは言えない。これで勉強ができるのならばいいのだが、秀でて勉強ができているというわけでもない。つまり取り柄というものがないのだ。では妹の方は勉強ができているのかというと、そんなことはなく、ごく一般的な学力だった。3年ほど先に生まれたあずさがひがむことなく育ったのは、3歳下の妹よりも学ぶ時間が長く、妹に教えることができたからに他ならない。わからないことがあれば姉に聞いてくる妹。妹に頼られることがあずさの唯一の救いだったのかもしれない。中学生になった頃、妹はさなぎが蝶になるように美しい羽を広げた。もともと可愛かった妹はさらに美しさを増し、中学に進学した途端に彼氏ができた。その反対にあずさはいつまでも彼氏と呼べる人はできなかった。友達という存在も少なく、クラスの中でも特定のクラスメートとしかつるむことはなかった。それは高校に進学しても変わらず、友達が恋愛話に花を咲かせていても、あずさは聞いてばかりで、一人密かに恋愛への夢を大きくしていった。そんな頃だった。ノートの端や教科書の隅にいたずら書きをしていたのが友達の目に触れた。これってあずさが書いたの？急に友達に声をかけられ、思わず両手で隠したのだが、友達は容赦なくノートを奪っていった。上手！これって先生でしょ？先生でしょと言われた。それは担任教師の似顔絵だ。何も言わなくても当てられたことに嬉しくなったあずさは小さくうんと答えた。他にはどんなの書いてるの？そういう友達にノートをめくってみせると、どの絵も上手だと褒めてくれた。今まで褒めてもらえたことなどないだけに嬉しさがこみ上げてきた。こんなに絵が上手なら漫画家になればいいのに。高校生のあずさの世界に初めて漫画家という世界がプラスされた瞬間だった。今まではいたずら書き程度のイラストが
物語をつけることによって生まれ変わる。もっと褒められたい。漫画を描くことでそれを友達に見てもらったら、もっともっと自分のイラストを褒めてもらうことができるのではないか。あずさはそう思うと漫画を描いてみようと思うようになっていた。漫画ならば小さな頃からたくさん読んできた。果たして自分に描けるかどうかはわからないが、やってみたいと思った。それは初めての感情だった。今まで何をしてもダメだと思っていた。だから何もせずに来た。多分これから先も同じなのだろう。どうせダメだから何もしない。何をしても無駄で、褒めてもらうことなどありえない。そう思っていたのだ。家に帰り、早速ノートを取り出すと物語を考え出した。どんな物語がいいだろうか。考えれば考えるほど楽しくなり、次々にストーリーが浮かんでくる。主人公はどんな子にしようか、どんな服を着せて、どんな言葉を喋らせようか。どんな環境に生まれて、どんな恋をして、最後は幸せになるようなストーリーに。あずさは時間の経つのも忘れて書き続けた。どのくらいの時間が経ったのか、部屋のドアが開き、妹が入ってきた。それに気がつかずに書き続けていると、背後から声がした。何書いてるのかと思ったら漫画じゃない。その声に振り向くと妹が覗き込んでいた。あまりのことに恥ずかしく真っ赤になるあずさ。しかし妹はバカにする様子もなく驚いているようだった。へえ、上手。お姉ちゃんってこんなに絵が上手だったんだ。これ漫画でしょ？書き終わったら読ませて。私が最初の読者になるんだからね。友達ばかりか妹にまで褒められたあずさは喜びで舞い上がりそうだった。こうして将来への夢が大きくなっていった。高校も3年生になると進学するのか就職するのかの選択が始まる。勉強が好きではないあずさは就職を選択した。できることなら漫画家になりたい。しかし漫画家になるためにはどうしたらいいのか。高校生であるうちに漫画家デビューできたならばいいのだろうが、さすがに最近書き出したばかりのあずさではそうはいかない。結局自分の漫画は趣味でしかないのだ。ただそうしているうちにいつか漫画家になれるかもしれないという夢は捨てきれてはいないらしい。ところが高校を卒業し働き出すと、それはそれで忙しいということが分かった。漫画を描きたくても今までのように帰宅してから描くなどという時間がない。定時まで働いて帰宅した頃にはくたくたに疲れ果てている。通勤時間を短縮したいがために家から通える距離の工場に勤めはしたが、その労働はきつく、いくら若いとは言っても簡単なものではなかった。また覚えることも多く、周りの年配者の足手まといにならないようにするだけで大変なことだった。なんとか1週間を無事に終え、週末には漫画を描こうと思っても、その頃には1週間の疲れが体中にあふれ、どうにもならない。こんなことをしていたら漫画家になんてなれないという焦りが生まれるが、どんなに焦っても現実は辛くのしかかってきた。それでも数ヶ月もするとだいぶ仕事にも慣れ、入社当初よりは疲れ方も楽になってきた。給料で漫画を描くためにと買ったペンタブを駆使し、とにかく描きまくった。慣れないペンタブのため思うようにはいかないが、それすらも楽しかった。仕事のストレスもパソコンに向かってペンを動かすことで消えていくような気がした。ほんの少しの時間でもいいから漫画が描きたくて仕方がないのだ。いろいろなジャンルの漫画を読み、部屋の中にある本棚は漫画本でいっぱいになった。あふれた漫画が床の上に積み重ねられていく。その状況を見ている両親はため息混じりだったようだが、あずさは楽しくて仕方がなかった。
その状況が数年続いたある日、妹が就職した。私はお姉ちゃんのように夢があるわけじゃないから。そう言っていた妹は就職してすぐに年上の人との結婚が決まった。同じ会社で働いている相手は妹の先輩でとても優しそうに見えた。よかったね、優しそうな人じゃない。あずさがそう言うと妹は嬉しそうに微笑んでいた。妹は彼にどんな告白をされ、どんなプロポーズを受けたのかと克明に教えてくれた。あずさはそれを聞き、漫画にしようと考えた。想像の世界ばかりではなく、人から聞いたことを漫画にしたら、そこには現実味のある話が出来上がるのではないかと考えたのだ。こうして幼い頃の話や妹の恋愛話、友達と交わした話などが加わり、次々に新しい話が生まれ、あずさの漫画世界が広がっていった。妹に子供が生まれ、甥っ子ができた頃、あずさにも考えられないような出来事が突然やってきた。あずささんのことが好きなんです。今まで何度となく書いてきた言葉だ。こんな風に告白されたら嬉しいと思いながら漫画として書いてきた。それが自分に起こったのだ。相手は妹の旦那の友達。みんなでバーベキューをしたのがきっかけだった。自分のようなものを好きになる人などいるはずがないと思っていたあずさは、周りの男性の目を気にすることもなく、いつものように酒を飲み、食べたいものを食べていた。その食べっぷりの良さに惚れ込んだというのだ。最初は冗談だろうと思っていた。次には恋愛経験のない自分をバカにしているのだろうと思った。だが食事に行こうと誘われ、映画に行こうと誘われるうちに、もしかしたら本気なのではないかと思うようになった。だがこれで自分が本気になった途端に夢から覚めるのではないかと思うと、きっとこれは気の迷いで、相手は面白半分に声をかけてきているだけなのだと思い込もうとした。そうすることで相手が手のひらを返したとしても、自分の受ける傷が小さくて済むと思ったからだ。ところが食事を共にしたり、映画を一緒に見に行ったことが妹に知れると、妹とその旦那が相手の男性に本気なのかと問いただしたというのだ。すると相手の男性は本気だとはっきりと答えたらしく、妹から相手の真意が伝わってきた。真意を聞いても信じることができないあずさは笑ってやり過ごしていたのだが、それが本気であると知るのに時間はかからなかった。というのも、遊びに来た彼が両親の前であずさと付き合うことを申し出たからだ。まさか両親にそんなことを言うなどとは考えてもいなかったあずさは、あまりのことにその場で失神するほど驚いた。目が覚めた時にはすっかり話は出来上がっていて、不出来な娘ですがよろしくお願いしますと両親が挨拶をしていた。こんなことがあり、1年ほど付き合いが続き結婚することとなった。付き合ってみると彼のことが徐々に分かり始める。分かってみると面白い人で、多数のエピソードを持っていた。電車に乗っている時に見た人のことや、突然襲った腹痛に終わりだと思ったが、翌朝にはケロッとしていた時の話。過去に付き合ったことのある女性は3人で、その誰よりもあずさが一番きれいだと言ってくれたこと。話題は豊富でいろいろと話してくれた。その中でも特に興味を引いたのが彼の仕事だった。なんと彼の職業は出版社勤務だというのだ。週刊誌を扱っているが、出版社には漫画部門ももちろんある。そこで彼に言われたのが、うちの社で漫画の募集をしているんだよ。応募してみたらどうかな。結婚して1年が過ぎようとしていた頃だった。夫となった彼から突然そんな提案をされたのだ。俺はあずさの漫画が好きだよ。
だから仕事を辞めても漫画に専念してほしいと思ったんだ。その言葉の通り、結婚するときに結婚の条件として家庭に入ることというのがあった。ただ家庭に入るといっても専業主婦として家のことをしてほしいというわけではなく、漫画に専念してほしいということだった。願ってもない申し出にあずさが喜んだのはもちろんだった。これで好きなだけ漫画が描けると思ったら、こんな嬉しいことはなかった。その言葉の通り、結婚後は仕事を辞め、家事をやりながらも漫画を描き続けてきた。こんなことを言ってくれた夫の気持ちが嬉しくて、いつまであろうとも思った。漫画を描きながら主婦業をすること、それがあずさの日常となったのだ。そうして描き続けた漫画は100本を超えている。高校生の頃から描き続け、あの頃の漫画に比べたら雲泥の差で上達している。妹に褒められ、妹の旦那にも褒めてもらっている。そして夫からも称賛を受けている。嬉しいことばかりが続いていた。しかし応募となるとそれは話が違ってくる。応募しても自分のような絵の勉強などしてこなかった者には佳作すら取れないだろう。そうなればきっと夫はがっかりするだろう。自由に漫画を描くことができる状況を用意してくれているのに、せっかく応募できるチャンスまで与えてくれているのに、どうして佳作すら取れないのだと思われるかもしれない。そう思うとあずさの心が暗くなる。これで受賞することができるのならば喜んで応募するところだが、もしダメだったら、一次選考にすら残らなかったら、そんなの無理だよ、あずさが言った。テーブルの上には温かい料理が並んでいる。彼のためにと一生懸命作った料理だ。疲れている夫の老後ねぎらうために夫の好きなものばかりを並べている。それらが冷えていくのがつらかった。どうして？夫が驚いたように言った。だって私はちゃんと勉強してきたわけじゃないんだよ。好きだから書いていただけで、私のようなものが応募したところで佳作にすら入らないよ。そんなのわからないだろう。俺はあずさの絵が好きだ。あずさの漫画は面白いよ。温かくて優しくて、あずさの心が一コマ一コマに入っているんだ。夫はいつになく饒舌で、あずさの漫画がどれほど面白くいいものばかりであるかを力説した。でも俺が審査員だったら絶対にあずさの漫画を受賞させるよ。その言葉は嬉しいが、実際のところ夫は週刊誌で漫画の制作に携わってはいないのだ。大丈夫だよ。やっぱり怖いよ。応募して全くダメだと言われたら次がないんだもの。そんなことない。例えばダメだとしてもまた挑戦すればいいんだよ。そうは言われても自信が持てない。子供の頃から誰にも褒められずに来たあずさは、大人になり挑戦することがどれほど恐ろしいことで、落ちることの怖さ、認められないことの怖さを知っているのだ。それでも妹に認められ、夫に認められたことで少しずつ自分に自信をつけることができた。だがプロの目から見て使い物にならないと言われたらもう立ち直れないだろう。わかったよ。そんなに嫌なら進めない。でもこれはあずさだけの夢じゃないんだよ。俺の夢でもあるんだ。だから一度だけでいいから、今回だけでいいから、俺が気に入っている作品を出させてくれないか。夫の真剣な頼みに断りきれなくなったあずさは、とうとう首を縦に振ってしまった。どの作品が好きなの？どの作品も好きなんだけどね。夫はにっこりと微笑むと、一番好きな作品を教えてくれた。応募締め切りから3ヶ月が過ぎた頃、
全く連絡がないことに意気消沈していたあずさに夫から連絡が来た。いつものように帰りが遅くなるとか、夕飯はいらないなどの連絡なのだろうと思いながら電話に出た。すると夫の電話の声はいつになく大きく、喜びを隠せないといったように聞こえた。あずさ、おめでとう。おめでとうと言われても、誕生日ならばとっくに過ぎている。何がおめでたいのだろうと思っていると、入賞したんだよ。あずさの漫画、受賞が決まったんだ。嘘じゃないよ。たった今連絡があったんだ。まあ、金賞とはいかなかったけどね。それでも入賞には違いないから。なんと、夫との出会いから結婚までを面白おかしく書いたコメディが入賞したというのだ。本当ならばコメディではなくシリアスに書きたかったところだが、どう書いても自分にシリアスは似合わないと何度も書いては消した。そして出来上がったのがコメディタッチのラブストーリーだったのだ。構成も面白いし絵もいいってことでね、何よりも笑いがあるのにあったかさが伝わってきて、最後まで読み進める気にさせるってことだったよ。俺が言った通りだろ。あずさなら絶対に大丈夫だと思ってたんだ。言葉を弾ませる夫の声に信じられずにいたが、電話を切った時には喜びがあふれ出していた。これで漫画家としてデビューできるわけだが、そんなことよりも夫が自分をそこまで信じてくれていたことが嬉しかった。どんなに漫画を描いてもいいと言われても、自分のようなものに何ができるものかとどこかで諦めていたように思う。それでもわずかな望みがあるのならばと応募すると決めた時は、その望みにかけたのだ。これでダメだったら自分の人生が終わるような恐怖と戦いながらの応募だった。それが実ったのだ。嬉しくて今までの辛さがすべて溶けて流れるような気がした。漫画に出会うことができなかったら、漫画家になることを夢に見なかったら、あずさという女性は永遠に暗いだけの人間で終わっていたことだろう。しかし入賞したからといって全てがうまくいくわけではない。漫画家の末席に並ぶことができただけで、やっとスタートに立つことができただけのことだ。ここからが夢をつかむ一歩なのだ。そんなことを考えていたとき、2本目の電話が鳴った。出てみると出版社からだった。おめでとうございます。入賞が決まりました。受賞記念のパーティーがあるので参加をお願いしたいのですが。でも私なんかが参加するなんて。入賞者の皆さん参加していただかないと困るんですか？はい。ああ、そうか。電話の向こうから聞こえてきた声は何かを思い出したように喋り出した。知ってますよ。奥さんは自分に自信がないってことご主人から聞いてます。思わず言葉が詰まった。なんと夫は会社であずさのことを話していたのだ。でもあんなに素晴らしい作品を書ける人なんだから自信を持っていいと思いますよ。最初は自信のない人が書いたものなんて大したことないと思ったんですけどね。いやー、読んでみたら止まりませんでした。コメディなのに感動しちゃいましたよ。ありがとうございます。あずささん、これからの漫画家としてやっていくにあたって僕の考え方をお伝えするならば、自分なんてっていう人に仕事を依頼する気にはならないってことです。謙遜してそう言ってるのかもしれませんが、聞いてる方は不安になりますよ。何千という応募作品の中から選ばれたんですから、自信を持ってください。そして今後は当社のためにより良い作品をお願いします。ということで授賞式なんですけどね。電話の相手は授賞式の日時を伝えると電話を切った。切れた電話を握ったまま受話器を置くのも忘れてじっと考えていたあずさだったが、
言われた言葉を反芻していた。自分なんてっていう人に仕事を依頼する気にはならない。確かにその通りだと思う。いつでも自分なんてと言われ、自信なげな物言いばかりしている人に仕事を依頼しても不安が募るだけだろう。これからはプロとしてやっていくのだから、それなりの覚悟が必要なのだ。夫の顔が思い浮かんだ。俺はあずさの漫画が好きだよ。夫はいつでもそう言ってくれていた。どんな作品を書いても一番に読んでくれた。時には厳しい批評もしてくれるが、それでも好きだと言ってくれた。だからこそ書き続けてこれたのかもしれないし、夫の応援があったからこそ頑張れたのかもしれない。ならば夫のためにも自分を変えよう。夫のために自信を持ってしっかりと前を向いていくのだ。受話器を置くと顔を上げた。そこには自信のないあずさは消えていた。これからの未来に向かって夢を勝ち取るという強い意志を持った女性がいるだけだった。いかがでしたでしょうか。このカードは自分自身の能力や可能性を今一つ信じきれていなかったり、後ろ向きな状態で取り組んでいる姿勢を暗示しています。心の弱さや逃げの姿勢を自分に許さず立ち向かうならば、消えかけていた希望の光が再び灯るとも言っています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。